よく効くねブレーキ。さすがブレンボ。結構しっかりトルク出ますよね。いい意味でパンチ食らうかもしれないです。パワーが全体的に上がったようにも感じられる、本当に好感度の高いですね、良心的な改良だと思います。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日ご紹介するのはこちら、みんな大好き GR86 でございます。一部商品改良が加えられたということでですね、見た目も1箇所だけ変わっているんですけれども、走りの刷新が結構すごいということで、こちら一般道市場をねお届けしていこうと思います。当チャンネルでですね内外装使い勝手がなくて、この市場だけっていうの珍しいパターンなんですけれども、ちょっとですね今日は変則パターンということで走り中心にレポートしていきたいと思いますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自分で施工でこの効果、シラさん50。さあというわけでですね、一部改良モデルということで1箇所だけ変わったところ、それがこちらライトなんですね。こちらの方光らせてみたいと思います。はい、さあというわけでですね、ライトの方を今オンにしております。はい、という感じで実はですね、はい、よりですねキャラ感が増しましたけれども、デイタイムランニングライトが追加になりました。日中もですね非常に存在感が強く、また見た目もかっこよくなった、高級感がねすごく増しましたということで、こちらかなり嬉しい改良なんじゃないかなと思います。せっかくなのでウインカーもつけてみましょう。右、左、はい、そしてハザードです。はい、という感じでこの目頭の部分と、あとですねこのボディの横のところですね、タイヤハウスの内側の方が光るというような感じになっておりまして、このですね、ライトのユニット自体はあまり変わらないというね感じになっておりますけれども、ここもですねちょっと86ってこの世代のやつはちょっと可愛らしいというかね、見た目にシャープな感じの印象と、それから丸みの帯びた精神感っていうのがですね上手にミックスされているデザインかなと思うんですけれども、このキャラがより際立ったかなと個人的には思います。さあそしてこちら、ファンクショナルマトリックスグリル、これね86でもすごくかっこいいです。角度のついたですねグリルになっていて、ここもですねしっかりと空気拾っていきますよっていうのがですねしっかりと表現されているかなと思いますし、やっぱりモータースポーツ由来ですから、もう名だたるねうるさ型のですねこういう言い方したらあれですけど、うるさ型のですねレーシングドライバーがこれに関してもキャン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 ご担当の方にですね開発者にねいろんなことを言ってるわけですよ。それを全部拾い上げて商品開発商品改良をしているので、いいに決まってるよねそりゃねっていう感じもします。さあそして今回の試乗車に関しましては、こちらブレンボのブレーキが入っているというのもですね一つポイントになっています。パイロットスポーツ4採用ですけれども、このミシュランのですねサイドウォールのデザインもすごくかっこいいのと、ホイールがこの艶消しのマットのブラックになっているっていうのも含めて、このブレンボの赤がすごく際立ってめちゃくちゃかっこいいです。さあそしてもう一つ、アブソーバーはですねザックスが入っているということで、この足回り全体が少し特徴的かなと思いますので、その辺も合わせて楽しんでいきたいと思います。さてインテリアです。こちらインテリアでも1箇所変わったところがあるのでご紹介していきたいと思います。ね、めっちゃかっこいいですよね。もうドア開けるたんびに引くっていうね、このボディのそのヒップポイントの低さっていうのもやっぱり胸をギュッとつかまれる部分かなというふうにも思います。で内装が結構豪華なんですけれども、このようにですね今回 RZ っていうねグレードなんですけれども、レザーもね上手に使われていて、色もしっかりと分けられてます。でここにですねバックスキンのようなアルカンターラかな使われていて、ここも質感がね担保されている部分です。で高級車っぽいですね雰囲気もしっかりとありますので、GR86 ってねめちゃめちゃ高級車というイメージないかもしれないんですけれども、しっかりとですね大人のスポーツカーに仕上がっているっていうところも人気の秘密かなと思います。それでは乗っていきますね。こんなラインが入ってたりとかして結構凝ってるんですよね。でこのシートのこの中にもですね赤のレイヤーが入っているので、このエンボスのパーフォレーションの下にですね赤が覗いていてすごくおしゃれっていうのもありますし、こういうね凝ったシートが入ってるとやっぱいいもの感がすごくありますよね。で意図的にその赤っていう分量がすごく多いんですけれども、赤をその視点よりも下、自分のアイポイントよりも下に持ってくることで落ち着きっていうのもちゃんと演出していて、上は黒になっているっていうね、ここもかっこよさの一つ落ち着きポイントかなという感じもします。さあという感じで何が変わったんだということなんですけれども、インテリアに変更はほぼないです。もともとかっこいいですよね。なんですけれどもここですね、はい、
ここにほら GR のねスターターがあって、これも毎回ね見るたびにわあ GR ってねモータースポーツを感じられるポイントだと思うんですけど、ここ押していきますね。でスターターの画面ももうね指導画面もすごいかっこいいです。水平対向をね思わせるような、イメージをアニメーションにしましたということだったんですけれども、このようにですね水平対向のこうねピストンがこうこの回る GR のロゴと一緒にこう動くっていうような感じの、このグラフィックになっているんですが、この中ですよ、この中にですねすごくいいものが入りました。はい、これです。はい、タイヤのですね空気圧のこのセンサーがついたというかアラートがついたというかね、でもしこれがですね今回のトヨタのね広報車非常にメンテナンスがいいので、いつもすごく完璧な状態で貸してくださるんですけれども、このようにですね今240で全部揃ってますけれども、これが例えば、少しでも減ったりとかしても230とか210とかになると、ここの、タイヤの色が変わって異常があるよというのを知らせてくれる画面が入りました。ということでですねこのタイヤ空気圧っていうのはもちろんですねモータースポーツでも本当に大事な、部分ですよね。でモータースポーツではやっぱり専用のゲージを使って細かく計測はしていくんですけれども、このようにですね普通に街で乗る時もこのようなタイヤのアラートがちゃんとつきましたよっていうのが一つ追加ポイントでございます。ね、それ以外にもやっぱりこうトグルがいっぱいあったりとかしてメカっぽさっていうのがねちょっと何とも言えないですよね。こうギュッとくるポイントです。ギュッとくるグッとくるポイントです。でこれですよね、私さっきインテリアの紹介する時につい引いちゃったんですけど、こう下ろして引くっていうことでしちゃったんですけど、この音ですよね。こうギっていう音がもう結構今となってはここもまたグッとくるポイントですよね。そして今回ですね乗らせていただくの AT です。MT、AT ともに改良加えられましたけれども、それぞれ少しずつ違いますので走行しながらお話ししていきます。でもちょっとこの AT のねシフトノブも MT っぽくてかっこいいですよね。さあというわけで GR86 でございます。久しぶりに乗るし、今回改良後のモデルということですごい楽しみです。ちょっと今日は蒸し暑いからエアコンかけていきましょう。でやっぱりねモータースポーツ由来の車ということで何がいいかって、そりゃそうだ ETC カード入れないといけないですね。さあというわけでですねモータースポーツ由来の車ということで、やっぱりですねこのシートのアジャストがものすごい広いっていうのが使いやすいんですよね。あとチルトテレスコも結構ですね結構いきます。でトヨタの車結構ねちょっとハンドルが奥の方にあることが多かったんですけれども、このね86に関しては結構手前まで来るし、もちろんシートの形状もすごくいいのでドライビングポジションがすごく取りやすいという、メリットもあると思います。やっぱりねこれね車の方向を変えやすい、ね、これは停車を維持するためのものではなくてこう方向を変えるためのものだとね佐々木正宏選手が言ってましたね、そういう風に使う人は一般道ではねダメですよ、ダメなんですけれども、やっぱ競技で使うそのベースの車になるっていうことで、GR86 カップねもう歴史のあるレースになってきましたけれども、そういうところでも使えるということで、こういうところはモータースポーツファンの心をですねぐっと掴むところかなとも思います。さあそれでは行きましょう。これねトヨタの広報車の貸し出しって結構最初にね難関があるんですよ何が難関ってですよ、ですよものすごいすんごい坂道なんですよ。すんごいすんごいなのでこの辺でよく効くねブレーキ、さすがブレンボ、ちょっとこうねちょっとずつ斜めに降りるっていうね、こういうところにもしね心配な人いらっしゃったら斜めに降りるね、斜めに降りてくださいね。ゆっくりね顎すらないようにしてくださいよ。意外といけましたね。低い言うてもやっぱりねトヨタの車なのでその辺はねちゃんと考えられてる部分も多いと思います。いやーこの車すんごいエアコンよく効きますねいきなりこんなだっけ気持ちいい結構しっかりトルク出ますよね。実は今回ですね、小改良モデルということで特にですねパワートレーンの変更であるとかそういうものはないんですけれども、何が変わったかっていうのはねちょっと試乗しながらねお話ししていきますね。多分一般道でもかなりですね特性が変わってるはずなので、久しぶりに乗るとしっかりスポーツカーですねやっぱ言うてトヨタの車でしょっていうふうに思ってる人は乗り始めると結構ねいい意味でこうパンチ食らうかもしれないです。
めっちゃ進み出しもいい。トルクがねスッとこうスムーズに滑らかに出ますよね。ここもちょっと気持ちいいポイントです。一般道で乗ると本当に有り余りますよね、パワーがね。しっかりね下から出て、そこがしっかり下から出るトルクがこう滑らかに上に上がっていくっていう感じもします。いやー、いい音だ。本当いい音ですね。このコーナーの立ち上がりとかは本当にねクリアでめちゃくちゃ気持ちいいです。わあ、こんな楽しかったっけこの車で、前も言ってますよね多分ね。今皇居の周りなのでね結構環境が良くて、環境がいい割にこう今ね石畳みたいなところに入ってきたので、こういうところがですね結構ショックとして割と下からのね入力としてこうシートにしっかりと伝わるんですけれども、もうこのね伝わり方がものすごい明確なので、気持ち悪いとかそういうんじゃなくてただただスポーティーですよね。結構コンパクトにギュッとね凝縮されてるんですよね。でこれがまたこうちっちゃいねこう道を過ぎていく時とかのハンドリングとかにも効果的で、ちょっとね小径でもありますし、ハンドルがね独特のこうクイックなこうハンドリングフィールっていうのを叶えているなっていうふうに思うんですけれども、この皇居の周りをちょっとじゃあ行ってみますね。面白いですねこの周りで。この周りは法定速度がすごく低いので、法定速度内で走ると、そんなのわからないんじゃないのインプレッションとしてって思うかもしれないんですけども、下がね石畳なんですよ。ここすごいいい評価路だっていうことに今気づいてしまいました。まずですね AT と MT 共通で変わったところがあるので、どこが小改良されたのかっていうのをお話ししていきたいなと思います。はい、まずですね共通で変わりましたのがアブソーバーの減衰特性が変わりましたよということです。でこれによりまして、大前提言えるのは全ての改良がモータースポーツからのフィードバックによるものだということなんですよね。GR86 はそもそも86BRZ カップっていうですねワンメイクのベースになっていますし、ラリーのベースとして使っていらっしゃる方もいて、やはりですねモータースポーツのベース車両として非常にこうねスポーティーな車じゃなくてスポーツカーという感じでですねいろんなシーンで使われているというのは皆さんご存知かと思うんですけれども、まずですねさっきから言ってるように今回の紹介料は全てモータースポーツ由来であるよというところが一つこう胸熱ポイントというかね、そういう感じがするんですけれども、まずその MT-AT で何回言うんだって感じですけどねMT-AT で共通で変わったのがアブソーバーの減衰特性が変わったということです。で、これが接地感がね上がるような方向で、チューニングをされましたよというような感じなんですね。で今回ですね私ザックス入ったものにそもそも乗ってますので、そもそもザックスがもう最高だっていう話なんですけれども、ブレンボとねザックスのセットが入っている大トロみたいな感じのですね、このパッケージで載っているんですが、このアブソーバーの減衰特性が変わりましたよというのが一つ特徴です。そしてもう一つ変わったのが EPS ですね。電子ステアリングですね、これの特性も変わりました。で、これもですねモータースポーツでの使われ方というのを考慮いたしまして変わったということなんですけれども、やはりですねレスポンスの良さね、とそれから操縦安定性の良さというのをですね重視して変更されたんだそうです。いや、それにしても本当にエアコンがよく効くこの車、なんだろう、室内がそんなに広くないからなんでしょうか。ものすごいエアコンがよく効くんですけど、めちゃめちゃ快適です今年ね本当に暑かったので、こういう快適機能っていうのがその運転のこう集中力をちゃんとこう保たせるための機能部品として大事なんだなっていうことを実感された方いらっしゃったかなと思うんですけど、私今乗ってる車が実はあんまりエアコンが効かない車でですね、これ多分ね国的な問題とかもあると思うんですけれども、あったかい国の車ではないので、ちょっとねこれはなかなか有意識問題だなと思ってましたさておきすごいエアコン効きます。今回私が乗っていない MT の方です。エンジンのトルク特性が変更をされました。でこれはですねダイレクトな感じを味わえるようにこうスロットル特性を変えたっていうことなんですけれども、またですね
限界領域でのステアフィールの変更っていうのもなされたんだそうです。で操縦安定性にもね効かせたということで、このエンジンのトルク特性っていうのがよりこう、いろんな操作と、リンクしたのかなっていう感じもね思わせますよね。でじゃあこの私が乗っている肝心の AT は何が行われたかというとですね、これがまたマニアックなんですけれども、ダウンシフト時のですね、エンジンの回転数ですね、これの許容域を拡大したということなんですね。でダウンシフト時の回転数の許容域をこう上げたということで、ここもですねスポーツ走行ですよ。だからモータースポーツの現場で使ってらっしゃる方には非常に嬉しい変更なんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、ちょっと冒頭に述べました機能、見た目の機能もね少し変わりましたよというような感じなんですね。だから今回ですね、私基本的にザックスとブレンボが入っているパッケージのものでそんなね一般道なのでかなりダウンシフトしたりとかするシーンはあんまりないんですけれども、一番恩恵感じるのはやっぱりねこのステアリング特性が変わったっていうところなのかなっていう感じもしていて、でこういうところを見ていこうかなと思ってます。やっぱりね最近のトヨタといえばステアフィールね、 GR といえばステアフィールの良さですから、こういうところはねちょっと期待をしておりますよ私。めちゃくちゃ初期からクイックですよね。でクイックなんですけれども、じゃあその過敏かっていうとそうじゃないっていうところがこうまさにねそのモータースポーツからこうフィードバックされたのかなと思うんですけれども、やっぱりねその過敏すぎるとバトルできないじゃないですかやっぱりね。でこれ86BRZ カップってものすごい接戦が繰り広げられているレースなんですよね。でもう全部その上手い人たちはもう団子になってコーナーに突っ込んでいくみたいなね感じのレースなんですよ。やっぱりねナンバー付きの車両ですのでこう優劣がこうつきにくいっていうね、そのもう本当にイコールコンディションの中で、例えばタイヤ、それからセッティングなどなどで、競わなければいけないっていうねのがありますので、やっぱりねこのステアフィールっていうのがそのバトルにおいてすごく大事になってくるっていうのももちろんそうですし、そのモータースポーツ由来っていうことを考えると、その初期のレスポンスを上げたっていうのはすごくよくわかる、あこういうことかみたいな感じで結構ねすっきりしたフィールになったかなっていうふうにも思います。でこれがそのモータースポーツのバトルの場であったりとかコーナリングの際とかそういう感じじゃなくても一般道でも十分気持ちいいっていうのが今回の結構すごいなと思った点で、さっきも言ったように実は今ねトヨタの特に GR のそのハンドリングでこの電子制御のEPS って呼ばれているその電動ステアリングの制御が味付けがめっちゃいいんですよ。でどれでもすごくいいなっていうふうに思うんですけれども、この GR86 に関してはやっぱりそれがより洗練されたというか、本当レスポンスが上がったっていうことが一般道でも割とね感じることができるかなと思います。そもそもその接地感のねあるこのパッケージですので、乗っててねハンドリングがいいとなおのことキュキュッとね、例えば交差点一つ曲がるにしてもですね機敏に走れるっていうかな、キビキビ走れるみたいな良さがあって、でこういうところは普通に恩恵を感じられる、普通にっていうのがね普通に恩恵が感じられるっていう部分、いい部分かなと思います。いやだからね今回そのパワートレイに変更はないっていう風に発表はされているんですよね。でエアロとかも変わってなくて、例えばアブソーバーとかそれからこの EPS 電動ステアリングであるとか、それからエンジンのトルク特性変わったよとかね、そういう本当にAT に関してはトルク特性どころかですよ、このダウンシフトのエンジン回転数っていうことなので、何も変わってないはずなんだけどすごく良くなってるような気がするんですよ。パワーも上がったような気もするし、結構ねコーナーとかもいい感じで入っていける感じがするんですよね。でそれってこういう微調整がうまくチューニングされていくと、ちゃんとそういう風にパワーが上がったように感じるんだみたいな細工がいろいろ感じられるっていうのが今回の改良かなとも思います。操縦安定性にも貢献させたということなので、直進走っててもものすごい座りがいいんですよね。だからスーッとまっすぐ進んでいくような感じがするので、おそらくパワーが上がったようなねそんな気がするっていうようなこの運転フィールの全体的な底上げっていうところにもつながっているのかなとも思います。でそれが同じようなことがコーナリングにも言えて、割と
なんていうんですかね、反応速度が速いっていうか、反動するところが速いので、こう切っていった時に割と速度高く、コーナリングに入っていけるので、あれパワー上がった、割とあれなんかトルク上がったみたいな感じで、こう車のこうパワーが全体的に上がったようにも感じられるっていうのがちょっと面白いね変更点かなと思いました。あ、こんな作用もあるんだっていうのをですね、すごく今感じてます。もう今ですね、今豊洲市場の前走ってるんですけど、豊洲市場の前なのかもしれないんですけれども、発泡スチロールのかけらが今すごいですよね。市場っぽいものが落ちてたんですけど、発泡スチロールのかけらが今道の、真ん中に落ちてて、ちょっとこう回避したんですけど、こういう時のこう操作性の正確さ、これ結構びっくりかもしれないです。そう、例えばね、さっきみたいなああいうね緊急回避みたいな感じの急激な操作に関しては、もう一つやっぱりここが効果的だなって思うポイントがあって、それがねやっぱサスペンションなんですよね。でこれがまあそもそもこれザックス入ってるのですごくいいね、これ言い方あれですけど本当にいいサスペンションが入っているんですけれども、まあ、これがこう車体のこう急激な動きに対してしっかり反応をこうタイヤに伝えてくれるっていうところももちろんありますし、パイロットスポーツ4の性能の良さっていうのももちろんあると思うんですけれども、こういうところでですね、こうまずドライバーが操作するのはこのハンドルですから、このハンドルパッドを切った時にですね反応がいいと、でそれがね全部こう伝わってきて、こういい挙動を見せると、ね、クイックみたいなね、俊敏性みたいなことを感じるわけですけれども、それがまあ格段に上がったかなっていうのは正直なところかなと思います。にしてもやっぱりね、ちょっと触れましたけど、やっぱサスペンションがやっぱりザックスのやつが入ってると本当にね、こう今緩やかなね R に入ってますけれども、こういう時のこうその粘り感というかですね、こうしっかりとこう路面を支える感じっていうのがとってもこう感じが良くて好ましいなって思えるところですよね。でこれもハンドルがこうずっとこうね一定角で、こうなんて言うんですかね、この電動ステアリングのこの感じがなんて言うんですかね、ものすごい重厚なんですよ。どっしりしてるんですけれども、このどっしりしてる感じがですね、重いとか操作しにくいとか硬いとかそういう感じではなくて、ものすごく中立がしっかりしていて、でしかもこう操作に対してですね結構こうカチッとした反応を見せてくれるっていう、ね、今車線変更しましたけれども、こういう時もですねブレがないというかね、その反力が強すぎるわけでもなく、その回していった時にその保持が難しいほどではないんだけれども、ちゃんとこうかっちり重いっていうところがあって、ここがその操作をしやすいし保持をしやすいところにつながっているので、長い R を超えていったりとかする時にこう一定ハンドル一定打角でクルーンってね、気持ちよくクルーンって回っていけるんですよ。でこのアクセルの操作もすごくしやすいし、また来ましたブレンボです。ブレンボのブレーキのコントロール性の高さっていうのが改めてめっちゃ気持ちいいだと思いました。超ネガティブを言うと、一番最後の最後完全停止になってる時だけこのスポーツカーのパッケージにしては割とこうギュッて最後ねギュギュッっていう止めるところがあるので、そこのところだけはもう足でコントロールできたりとかしないところのエリアでこうギュッて効くので、ここがねちょっと難しいというか、個性的というか、まあスポーツブレーキなんだなっていうところを感じる部分ではあるんですけれども、最後の最後だけね、これはねモータースポーツってね最後ね止まるのはチェッカーを受けた後なので、一般道でストップ&ゴーを頻繁に繰り返すようなエリアに住んでいる人はすっごい細心の注意を払ってめちゃくちゃフェザータッチでブレーキ踏んでても最終的にはギュッて効いちゃうっていうねところが一番最後あるので、これ癖なのでそういうところだけはちょっと気になるかなとは思いますけれども、まあでもですよ、この途中のコントローラブルな感じっていうのはやっぱりねその技術だなっていうふうにも思うんですよね。手前の方でコントロールできるのはもちろんそうなんですけれども、その奥の方のさらに今聞いてほしいさらに先でもまだコントロールできるっていうね、ここのこう奥の深さというかですね、気持ちの良さっていうところはさすがブレンボだなっていうところも感じます。で全体的にやっぱりこの今回86乗ってて思うんですけれども、しっかりスポーツカーです。でこれはもう冒頭にも言った印象が今も変わらないんですけれども、しっかりとちゃんとスポーツカー、どういうところかっていうと、やっぱりねちょっとこう
割とダンピングをこう強めに取るというかね、割とこうね、乗ったすぐには足割としっかり締めてんなっていうような感じがするんですよね。でそれは入力が結構強めに入るからなんですけれども、これね硬いっていうのとはまた違うので、ここが多分ねその86好きな人はこういうところが好きなんだろうなって思うんですけれども、割とその路面の入力とかに路面の変化に対してその挙動はしっかりと返ってきますけれども、その挙動が返ってきた返し方が割とこう角が丸まれてあるというかね、で結構それは車高の低さであるとか、この合成の高さであるとか空力の良さとかいうところにもつながってくるんですけれども、あんまりねそれでこうガツガツしないというかね、もうガッチガチじゃないっていうところがやっぱりね乗っていてフィールのいいところだなっていうふうにも思うんですけれども、丸いんですよやっぱり。そのがっちりしてるけどガツガツじゃないっていうね、このちょうどいいところっていうのが、一般道で乗っててもすごく気持ちいい部分だし、またスポーツカー好きにとってはこれぐらい入力入ってきて、これぐらいお尻にね入力が感じられるとやっぱこうスポーティーだよねっていうところをですね、こう認識としてというかね割と概念として伝えてくれるところもあって、乗っているとどんどんいいところが見えてくる車なのかなっていう感じもしてます今。最初はやっぱりね結構しっかりがっつりくるなって思うんですけれども、その乗ってるうちにそのがっつりくるそのレスポンスというかフィードバックが割としっかりとこう制御されていることに気づいてくるんですよね。だから自分が乗っていて、例えばこうさっきみたいな急激な入力であるとか、例えば今みたいにちょっとこうタイトなコーナリングを回る時とか、前にいきなりタクシーが止まってて、それを回避しなければいけなかったとかね、そういう時にこうちゃんと意のままに動くんだけれども、その意のままにが割とピーキーすぎないというかね、しっかりとこうドライバーの快適性っていうところまで見越されているような感じもしていて、その競技由来で変更されました、競技由来でっていうとその過敏な変更されたんじゃないかっていう思いがちなんですけれども、今やっぱりねその GR って割とこうどの車種どの車にも GR ってつく車って全部レーシングドライバーがみんな開発に入ってるんですけど、そのレーシングドライバーの皆さんが割と経験豊富なレーシングドライバーが非常に多いので、ちゃんと市販車としての快適性っていうのもちゃんと考えてるような感じを受け止めてます。でさらに言うならばやっぱり競技だけのためのそのガッチガチのスポーツカーではなくて、特にねGR はラリーっていう競技の場で車を鍛えたりもしているので、あまりにもスーパー GT みたいな車の作り方で作って、例えばあれはね2時間半ぐらいのスポーツですから、それぐらいでその性能を出し切る、最も速く走るっていうのとちゃんと性能が分かれてるよっていうのももちろん理解して作っているので、こういうところでねちゃんとこう快適性の高い、とにかくその走っていてドライバーが疲れない車イコール安全な車、そしてそういう車こそが成績を出せる車っていうね、割とこうねドライバーの顔を見た開発をちゃんとなされているので、そういうところがね今このフィールの良さであるとか紹介量であるとかね、ちょっとずつどんどん良くなっているっていうところにつながっているのかなとも思いましたね。本当に好感度の高いですね良心的な改良だと思います。なんかずっとぐるぐる走ってたくなっちゃうな。高速道路もいやこれはでもねちょっと本当にね86出た時峠って言ってましたけど、本当にね峠走りたくなっちゃいますね。車買ったら自宅で簡単コーティングシラザン50。はい、というわけで今日はこちら GR86 の一部改良モデルお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。やはりですねそのモータースポーツからのフィードバックを受けてこのようにですね順次改良を加えられていくっていうのが今のやっぱりね GR のその良心というかね、そういうのをすごく感じてやっぱり胸キュンになってしまいましたし、86やっぱりいいですよね。みんな大好きな理由がすごくよくわかります。というわけで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。